こんにちは、ミッキーです。今回は当チャンネルで地味に人気を集めている建築に焦点を当てたカフェ特集。これまでにもたくさん紹介してきた東京カフェですが、実は最近インバウンド需要で人気を集めているのが観光名所としてのカフェ。インスタグラム等の SNS が普及した影響で、海外からの観光客にとっても世界遺産や観光名所を訪れるようにカフェを訪れる人も増えています。東京に存在する様々な有名建築。そこには建築に対する思いが詰まっており、併設するカフェで過ごすひとときはいつもとは少し違ったいい思い出になるかと思います。今回はできたばかりの話題の建築もご紹介しますので、ぜひそのあたりも含めて楽しんでいただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは小野寺翔吾さんの建築。こちらは2025年大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンの様子を映しています。日本で開催される直近で最も大きいイベントのパビリオンを手掛けているということで注目の建築家さんでございます。そんな小野寺翔吾さんの建築としてまずご紹介しますのは B スクエアードの清澄白河の本店です。こちらは以前にも清澄白河の特集でご紹介していますし、清澄白河周辺はカフェの聖地でもございますので、ぜひ過去の動画も参考にしてみてほしいです。改めてご紹介するこちらの B スクエアードさんは、実は春の新商品の試食会にご招待いただいた時の様子になっています。こちらは日本初ベーカリー工場とコーヒー焙煎工場が一体となった新インダストリアルカフェ。そのインダストリアルな雰囲気もぜひ楽しんでみてほしいです。B スクエアードという店名にはブレッドの B とコーヒーのビーンのマリアージュをお客様に楽しんでいただきたいという思いが込められています。頭文字の2つの B を2乗して B スクエアードという名前になっていまして、 B スクエアードのロゴはスクエアをイメージした模様や二次元の世界観をイメージしたような内装にもこだわりがあります。 B スクエアードさんのロゴ自体もボールドで角張ったインダストリアルシェイプの B に加えまして、パンの柔らかさとコーヒー豆の丸みを帯びた可愛いシェイプを加えてデザインしているとのこと。なので店内の空間もロゴも全てにこだわりを持っているような店舗でもございます。さて今回映しておりますのは試食会でいただいたメニューになっています。右上はこちらの清澄白河本店限定の春キャベツとしらすのペペロンチーノ。今映しておりますのは東洋町限定の桜クロワッサンロール。右下に映していますのは新玉ねぎとプロシュートのサンドという南麻布店限定のメニューになっています。そして左下は菜の花エピという吉祥寺店限定のメニューになっています。いずれのお店に関しましても私の過去の動画でご紹介していますので、ぜひ気になった方はそちらの店舗の様子も含めて確認していただいて、この春のメニューを注文してみてほしいです。ちなみにこちらの清澄白河店では壁に描かれたフレンチブルドッグの絵も個人的にお気に入りでございまして、制作はニュージーランド出身のアーティストさんによるものとのこと。マジックペンでその場に直書きしたということなんですけども、そんな即興で作ったとは思えないような高いクオリティがさらにこのお店の芸術度を高めてくれてるなと感じています。さてこちらはパンと一緒にいただきましたコーヒーメニュー、ハニーシナモンラテという季節限定のメニューとフラットホワイトになっています。B スクエアードさんでは自家焙煎コーヒー豆も豊富でございまして、複数の種類から選ぶことができますので、ご自身のお好みのコーヒーの味わいをバリスタさんに伝えていただいて、素敵な一杯をいただくことができるかなと思います。またフラットホワイトのようにオーストラリアのコーヒー店のような飲み方でいただくことができますので、普段はスターバックス等でアメリカンスタイルでいただくことが多いという方に関しましては、ぜひそういったロングブラックとかフラットホワイトも試してみてほしいです。さてこちらは先ほどご紹介しました店舗ごとの限定メニューの断面を映しています。B スクエアードさんにおいては小麦は十勝の前田農産さんから産地直送で仕入れたものを使いつつ、さらに小麦の風味を最大限引き出すために 100% のフルーツ天然酵母を使用しているとのこと。その年に採れた小麦を速やかに製粉して引き立てのまま味わうプロジェクト新麦コレクションの小麦粉も季節ごとに期間限定で使用するとのことでございますので、その時期ごとに最適な最高品質のパンを味わうことができます。今回の試食会でいただいたレパートリーからも想像つくかと思いますけれども、惣菜系、スイーツ系、サンドイッチ、デザート系、揚げパンなど品揃えの豊富さも魅力の一つでございますので、何度か訪れるうちにお気に入りのパンを探していただくことができる、そんな魅力的な店舗になっています。店舗自体も比較的朝早くからやってますので、朝活がてら焼きたてのパンを目当てにこちらを訪れて、例えば清澄白河の場合は歩いて美術館に訪れていただくというのもおすすめのコースかもしれません。
さて、もう一つ、小野寺翔吾建築設計事務所さんが作り上げました空間をご紹介します。こちらは、経堂にありますローシュガーローストというお店。2022年4月に誕生し、世田谷区にて根強い人気を誇る自家焙煎コーヒー店になっています。ローシュガーローストさんは、もともとは2019年、東京で創業した店舗で、初めは焙煎豆の卸売業からスタートしたとのこと。2021年には東京羽田空港近くに焙煎所が誕生しまして、焙煎豆の卸売や店舗プロデュース、トレーニングなどを通じて国内外にスペシャルティーコーヒーを提供するロースターチームとして多くのコーヒー愛好家を魅了しています。さて、こちらの空間のご紹介をしますと、空間としてはもともと診療所として使われていた場所をリノベーションして誕生しています。まだコーヒー店が多いわけではない経堂ですけれども、小田急線の急行も止まる強立地な経堂。さらにアンティーク家具の似合いそうな廃墟感に惹かれて、この場所を選んだようでございます。いざ私も訪れてみますと、イギリスを代表するアーコールの椅子やオランダのローチェアなど、オーナーの小田さんがセレクトしたアンティークに加え、国内外から集めたレコードなど、とても味のある空間が広がっていました。ぜひ皆さんもご自身の足で訪れてみてほしいです。私も東京都内のカフェを複数巡る中で、こちらのローシュガーローストさんの豆を使っているというカフェを何軒か巡っていますので、やはりコーヒー好きな方、プロの目からしても、このローシュガーローストさんのコーヒー豆は別格なのかなと感じています。2000年代初頭から多様なコーヒーカルチャーの継承を実現しつつ、国内外での経験を通して自分たちが本当に美味しいと思うコーヒーを普及させるための活動をしているというのがこちらのローシュガーローストさんでございますので、そういった思いが日本全国に広がってきているのかなと感じました。コーヒーの焙煎はオランダ製ギーセン社の焙煎機を使用。全世界のコーヒー農園で約1000万トン生産されると言われるコーヒー豆の中から、ローシュガーローストさんではブレンドをせず、その生産者さんや農園などまでを追跡できるシングルオリジンにこだわっているとのこと。店内でも複数の豆が販売されていますので、ぜひその説明等を見ていただいてお気に入りの豆を探していただくといいかもしれません。もちろん店内でオーダーする際にも複数の豆から選ぶことができますので、バリスタさんと相談していただきまして、お気に入りの豆を探していただくのが良さそうです。続いてご紹介しますのは、スパイラルデザインというデザイン集団が手掛けた建築物。こちらは韓国のロッテモールの様子になっています。他にも上海のフォルテオリシティというところですとか、東方新天地というショッピングモールを手掛けていまして、日本ももちろん手掛けているんですけども、海外を中心に展開している魅力的な集団です。その中、今回ご紹介しますのは、小伝馬町にあります上サリー日本橋というフードコートでございます。こちらは2020年の9月にオープンしまして、インスタグラム等の SNS でおしゃれすぎるフードコートと話題になっている場所でございます。こちらの店ではカフェ、ベーカリー、ピザ、タコス、クラフトビールの5つの人気店が入っておりまして、平日の日中帯から多くの人で賑わっている空間でございます。もちろん観光スポットとしての魅力もあるかなと思うんですけども、地域密着の様子もとても印象的でございました。これらは縦長の一つのフロアに横並びでお店が入っていますので、店内で購入したものであれば好きな席で食べることができます。さて、ここからは一つ一つのお店をご紹介するんですけども、まず一つ目は2杯目のビールというクラフトビール店でございます。同じく日本橋にありますクラフトビール専門店日本橋ブルワリーで店長をされていた方が独立してできたということでございますので、ビールの味わいは間違いないかなと思います。続いてはこちらのピッツァスライスというところでございまして、上サリ日本橋にいらしている方は比較的こちらのピザを頼まれる方が多いのかなという印象でございました。続いてご紹介しますのは北出タコスというところでございまして、タコス屋さんでございます。北出タコスの北出というのは運営会社の COO の北出さんから来ているということでございまして、タコスを日本の食文化にというテーマで提供されているタコスはニューヨークブルックリンでの体験がベースになっているということでございます。北海道産トウモロコシ 100% を原料に日本橋にある自社工場で生産した新鮮なトルティーヤは注目でございます。続いてご紹介しますのはグランパさんでございまして、こちらは2023年の9月にオープンしたばかりでございます。8月までは蔵前にお店を構えますちがやさんが焼き菓子を提供されていたんですけども、9月からはこちらのグランパさんが入居しております。そんな魅力的な店舗が詰まっていますこちらの上サリ日本橋。もともとはオフィスだった建物をリノベーションした店内。この日本橋という地域を盛り上げるために、江戸の歴史が残る街に南蛮な感じでニューヨークかぶれの人たちがゾロゾロやってきてお店を出したらすごく面白いんじゃないかなという思いで誕生したという噂もございます。その中、この日いただきましたのは北出タコスさんからミートタコスセットでございます。
さて、こちらのタコスなんですけども、ミートタコスセットというのは、メキシコの定番3種を味わうことができるメニューです。3種というのは、チキンとポークとビーフ。1つのタコスにトルティーヤが2枚重なっていますので、具材とのバランスもよくいただくことができるメニューです。さて、もう一つ食後にいただきましたのは、こちらのダイナソーというドーナツ。先ほどご紹介しましたグランパさんのドーナツです。今回いただいたように、続々と焼き上がりますドーナツが個人的にはグランパさんのおすすめなんですけれども、もともとはサンデーのお店として始まったグランパさんでございますので、サンデーやアメリカンパフェもぜひお腹に余裕があれば試してほしいです。続いては、檀野理子さんが手掛ける建築物。こちらは表参道の欅ビルの様子を映しております。檀さんは建築のみならず、ダムや土木の景観といった事業まで幅広い活躍をされているとのことです。こちらは台湾の桃園国際空港の第一ターミナルの様子です。まさに圧巻な建築物になっていますね。そんな檀さんの建築物において、ぜひともご紹介したいのが、日本橋の注目商業施設、コレド室町です。コレド室町は日本を賑わす日本橋をコンセプトに江戸時代の賑わいを再現する商業ゾーンが注目でございまして、日本橋の歴史が宿る老舗店舗から人気店の新業態など新しさを取り入れた店舗までが全て楽しめるような、そんな空間でございます。コレド室町は三井不動産が主導して作り上げた建物なんですけども、東京都内を中心に様々な商業施設を訪れている私の視点で言うと、やはり三井不動産系列と東急系列が特にこだわりや勢いがある資本かなというふうに感じています。その中、この日ご紹介しますのはこちらのアーンチャイ&ティーコレドというところでございます。こちらは2023年6月、恵比寿に本店を構える自家製チャイ&紅茶の専門店でございまして、日本橋にも満を持して登場したお店です。スパイス香る自家製チャイやお茶を中心に、季節で変わるケーキやスコーン、サンドイッチなどの軽食を店内でもテイクアウトで楽しめる、そんなお店でございます。店名についていますアーンというのは日本語で壺という意味でございます。水を溜めて道具として使ったり、美術品として飾って楽しんだりと様々な用途がある壺。そんな壺のように人にも多様な一面がありまして、嬉しい時だけではなく辛い時などいつでも寄り添う温かい空間でありたいという願いが込められている、そんなお店でございます。お店には自宅で簡単に楽しめるチャイやお茶のショップも併設しているところがおすすめなポイントでございまして、こういった形で素敵なパッケージのもと、香りも感じながら様々な種類のチャイを選ぶことができます。さて、せっかくなのでその種類もご紹介していきたいんですけれども、白いパッケージでコーヒー豆を入れるような容器に入っていますのが、風景や気配、人物にインスパイアされたアーンのブレンドティーシリーズでございます。こちらでは茶葉本来の持ち味を生かしながら、お花やフルーツ、ハーブやスパイスのペアリングで口にした瞬間から余韻を味わえるようなお茶だということでございます。続いてカラーのパッケージになりますのが個人的におすすめなパッケージでございまして、こちらはアーンパウダードチャイというものでございます。名前の通り粉状になったチャイを楽しめる、そんな製品になっていまして、茶葉とスパイスを独自のレシピで調合し、無添加にて粉状にした素材ごと味わえるパウダーチャイだということです。芳醇な香りのアッサムや花のような香りや爽快な渋みを合わせ持つウバ、そこにジンジャーやシナモン、カルダモンやコリアンダーシード、クローブ、ブラックペッパーなどそれぞれをまろやかにしてコクを引き出す様々なメニューがございますので、ぜひそのスパイシーな風味を感じてほしいです。他にもこういった形で焼き菓子もたくさんありますし、フムスサンドなんかもございましたので、甘い系はもちろんのこと、お食事系のメニューいただけるところもおすすめなポイントです。コーヒーではスターバックスやドトールなどテイクアウトするのが主になっていますけれども、こちらのアーンさんは価格帯的にもとても良心的でございますので、そういったテイクアウトの選択肢にチャイが生まれるというのも、日本橋付近にお勤めの方が羨ましい部分かなと個人的には思っています。ちなみにテイクアウトのおすすめもする一方で、お店の中で楽しむのも個人的にはおすすめでございます。なぜなら座席自体も比較的広々としていまして、充電スペースもございますので、作業用としても重宝しそうな、そんな空間でございました。他にもシーズナルメニューがあったりとか、先ほどご紹介したようなフード系のメニューはチャイとセットにすることでお得にいただくこともできますので、そこもおすすめです。また先ほどからチャイをおすすめしているものの、チャイだけではなくて紅茶ももちろんおすすめでございますので、紅茶の味もぜひ様々なものから試してほしいです。さて、この日いただきましたのはオリジナルチャイの L サイズ、そしてホームメイドスコーンでございます。チャイのラインナップは全部で6種類。この日はアッサム茶葉を使ったスタンダードなオリジナルチャイにしました。ただ、ほうじ茶にルイボス、ノンスイート、アマゾンカカオ、抹茶など様々な種類がございましたので、通う中でお気に入りを探してみてほしいです。
さて、続いてご紹介しますのは、コレド室町テラスに2021年にオープンしましたおしゃれカフェ、グアンさんでございます。店名はグアンという少し変わった名前なんですけれども、中国語で輝くという意味でございます。おそらく併設しています製品生活日本橋が台湾初の製品グループが日本初進出した雑貨屋さんであることから中国語を採用したように感じます。実はこちらのお店、祐天寺の大人気カフェ、トルスとリュールの姉妹店でございまして、これらのお店も個性的な名前がついています。トルス、リュールはそれぞれフランス語、リュールは輝きという意味が込められていまして、姉妹店でありますこちらグアンにも違った角度での意味を持たせたのかもしれません。店内の空間はシンプルながらもアンティークな雰囲気の家具に囲まれまして、映えアングルが多数。特にソファー席は人気な場所だと感じました。さて、注目のメニューをご紹介しますと、リュールのタルトとトルスのオムライス。いずれのお店も祐天寺では予約が取れないほどの人気だということでございますので、こちらグアンさんで一度に楽しめるのはまさに贅沢でございます。タルトは旬の食材を生かし、手作りにとことんこだわっておりまして、この日は夜の訪問だったため、ほとんど売り切れでございました。もちろん季節のメニューもございまして、現在の季節のメニューとしましては、蜂蜜とレモンのタルト、さらに塩キャラメルバナナタルトが提供されていました。10時までオープンしていますので、夜になっても、例えば飲み会の後に少しスイーツいただきたいなという方に関しましても楽しめるかなと思います。この日はこちらの黒ごまきなこ餅タルトは最後まで残っていました。メニューも非常に豊富でございまして、先ほどちょっと触れましたオムライス以外にもインドカレーとかハンバーグ、サンドイッチなんかもございますし、ドリンクも非常に豊富でございます。デザートとしましては、他にもケーキやアイス、パフェがございますので、そういったものも注文いただけます。コーヒーメニューもホワイトチョコのカフェラテとかチョコミントのカフェラテとか紅茶メニューも豊富でございました。その中、この日にいただきましたのはクリームソーダでございます。実はこちらのグアンさんではクリームソーダの種類も豊富でございまして、全5種類が用意されていました。この日は青いライチのクリームソーダをいただいたんですけれども、他にはメロン、ザクロ、マンゴー、桃と少し変わり種なクリームソーダをいただけるところも注目のポイントです。さて、この日もう一ついただきましたのは絶品のオムライスでございます。こちらのオムライスはとにかく見た目が綺麗なスタンダードメニュー。この日はチキンライスでいただきましたけれども、ツナの和風オムライスも人気とのことでございました。普段はトルスさんで予約が困難なオムライスですけれども、こちらを贅沢にいただけるところもまさにコレド室町の店舗だからこそかなと感じています。さらにサラダ等もついていきますので、ヘルシーにいただけるところもおすすめです。また、こちらのグアンさんは店員さんの接客もとても素敵でございましたので、居心地がいいというところもおすすめかなと思いました。10時までオープンしていますので、ぜひこちらでお食事をいただいた後には、台湾初の製品生活さんも覗いていただいて、お気に入りの雑貨も探してほしいなと思いました。さて、続いてご紹介しますのは、石屋日本橋というところです。こちらはコレド室町テラスにあるお店でございまして、今夜の様子を映しております。昼間になりますとまた違った緑豊かな様子になっていますので、こちらのコレド室町自体も十分に楽しんでほしいです。そんなコレド室町にあります石屋日本橋なんですけれども、東京にいながら北海道を体感できるようなお店です。もしかすると石屋という名前からピンとくる方もいるかと思うんですけれども、白い恋人で知られます石屋さんが手掛ける道外初の直営カフェ。見惚れてしまうほどの美しいビジュアルと北海道産のこだわり素材で作られたスイーツを堪能することができます。多くの人々にずっと愛され続ける北海道のお菓子白い恋人。石屋が大自然で育った北海道産の食材をふんだんに使い、その魅力を発信し続けているのが石屋日本橋でございます。クラシックで落ち着いた先ほどの雰囲気の外観から中に入りますと、ゆったりとした空間が広がっておりまして、大きなガラス窓から暖かな日の光が店内に降り注ぎます。もちろん白い恋人をモチーフにしたクッキーなどの販売もされていまして、こちらの石屋日本橋だからこそ購入できるようなメニューもありますので、ちょっとした手土産にも買ってほしい、そんなお店でございます。さて、こちらの店で特に人気のメニューは、生地に北海道産のクリームチーズと生クリームを使用したふわふわのパンケーキ。上からかけるソースは定番のストロベリーや季節ごとに変わる限定メニューもございます。それら季節限定のメニューをめがけて訪れる方も多いということです。とはいえ大人気のパンケーキ。そちらに関しましては昼過ぎには売り切れてしまうこともありますので、できるだけお早めに訪れていただいて体験してほしいです。
そして最近ではすっかり札幌の代名詞となりました大人パフェのメニューも豊富。冬には真っ白なクリームの中に白い恋人のラングドシャ、ハスカップソースにメロンのジェラートなど北海道をもりもり満喫できる限定パフェもございます。さて、この日はこちらのふわふわ石やパンケーキのストロベリーをまずはいただきました。丸いパンケーキの上にたっぷりのクリーム、白いクリームに赤いソースで可愛い模様が描かれ、フィルムに包まれて運ばれてきます。さらにこの日は秋に訪れていますので、秋限定の北海道マロン&ハスカップも注文しました。またちょっと違った赤みがかったソースがとても美味しかったです。フィルムを剥がしますと、パンケーキの上にはパッと花の模様が広がっていきます。木いちごの甘酸っぱいソースと練乳の甘さのバランスが絶妙でございました。ぜひクリームとソースが広がっていく様子も含めて動画等に収めてほしいです。さて、続いてはぬくもり工房さんの建築物。こちらは山中湖の森のあるの様子。続いては鳥取県のカフェフルールの丘の様子になっています。ご覧のようにメルヘンな雰囲気の建物を作るのが得意なぬくもり工房さん。そんな建築物の中から今回ご紹介しますのは吉祥寺プティット村というところでございます。過去にご紹介しました吉祥寺のライトアップコーヒーさんですとか、マーガレット・ハウエルカフェさんをご存知の方は、そこに向かうまでの途中に、こちらの吉祥寺プティット村ご覧になられた方も多いかなと思います。このとても個性的な空間なんですけれども、吉祥寺という街自体が井の頭公園がある駅でもございますので、井の頭公園の先にあります三鷹の森ジブリ美術館のイメージをされる方も多いかなと思います。そんなジブリ美術館に近いイメージを持っているこちらのプティット村なんですけれども、ジブリとは全く関係ない空間でございます。とはいえとてもメルヘンな空間でございますし、私もこちらの施設自体は最近オープンしましたハリーポッターの空間のように予約が必要なのかなと勝手に思ってましたので、なかなか足を踏み入れることができませんでした。ただ特段予約はなく入ることができますし、結構気軽に訪れることができますので、ぜひ知っていただいた方はご利用してほしいなと思います。この日訪れた際もお子さん連れでいらっしゃっている方とか、あとは女性同士で訪れてお気に入りのアングル等で写真を撮っていた方が多いかなと思っています。このプティット村は2018年に誕生したということでございまして、まるで絵本の世界から飛び出してきたかのような空間はどこを切り取っても映え空間でございます。コンセプトは扉を開ければ絵本の世界だということでございまして、絵本の世界をテーマに作られた7つの店舗が入居しております。猫のサイズに合わせて作られた小さな看板や扉が隠れていたり、コンクリートには所々に肉球型の足跡が残されていたり、隠れミッキーを探すように子供たちも楽しむことができそうです。そんなコンセプトを踏まえますと、おそらく私たちが猫になってこの空間を訪れているような、そんなイメージの場所なのかなと思っています。今回はこの後ティーハウスのご紹介をしていくんですけれども、猫カフェとか雑貨屋さんとかアクセサリーショップなどがありまして、吉祥寺らしさが詰まっていますので、ぜひ訪れてほしいです。ただ屋根があるわけではないので、なるべくお天気がいい日に訪れるのがおすすめかなと思います。ただティーハウスに関しましてはもちろん屋内になっていますので、カフェ利用だけをされたいという方は雨でも気にならないかもしれません。さて、ここからはティーハウス葉っぱさんのご紹介をしていこうと思います。葉っぱの形をした看板と木の扉でお出迎えしてくれます。ティーハウス葉っぱさんはテラス席があったりとか、1階の席、そして2階の席があるんですけども、席の数は全部で25席とあまり多くないので、なるべく平日等の空いているタイミングを狙うのがいいかなと思います。ただ今映しております通り、建物の中に入りますと早速メルヘンな空間が広がっております。こちらティーハウスと名前があります通り、こだわりの紅茶やスイーツが楽しめるおとぎ話のような空間になっています。またお店のオペレーションも結構効率化されておりまして、お食事をいただいた後には無人精算機でそれぞれが会計できるような、そんなシステムになっています。こちらが2階の空間になっているんですけれども、右手半分側はお座敷席になっていまして、左手側はカウンターとテーブル席になっています。でこのインテリアも一つ一つこだわりがあってとても素敵ですよね。この1階から2階に向かう途中にあります螺旋階段も個性的でございます。インテリアは木で作られたテーブルや椅子、ドライフラワーの装飾、メルヘンな窓ガラス、ガラスで作られたアーティスティックなランプ、どこを切り取っても映え空間になっていますので、ぜひお好みのアングルで写真も撮ってほしいです。ちなみにこの世界観にこだわるため、教会で使われていたアンティークの椅子を用いたり、
子供でも楽しめるような座敷コーナーを設けたり、随所に工夫があるということでございます。この日はお座敷の席でいただいたんですけれども、窓際のカウンターの席も特に天気がいい日なんかには素敵な空間になると思いますのでおすすめかなと思います。さて、注文はタッチパネルから行うことができまして、基本的にはティーハウスということもありまして、カフェメニューがメインになります。ただ、お食事系のメニューも充実しておりまして、アルコール類も楽しめますので、そういったところもおすすめなポイントかなと思います。お食事系のメニューを一部ご紹介しますと、チキンとキノコの玄米リゾットとか、バジルチキンサンドとか、あとはサーモンのブルスケッタとか、昆布サラダプレートなんていうものがありまして、一応ライス系、パン系、サラダ系等で組み合わせることができますし、あとはソーセージとかフィッシュ&チップスとかアルコールに合うようなメニューもありましたので、パターンとしましてはランチ時にランチメニューを楽しむパターン、カフェ時にカフェとスイーツを楽しむパターン、そして夜のタイミングでアルコールとおつまみを楽しむパターン、それらがあるかなと思います。あとは先ほどお座敷席やキッズ向けというふうに申し上げた通り、キッズメニューもありますので、お子さん連れの方でもゆっくりと楽しめるかなと思います。ちなみにこの日訪れた際にはほとんどの方が大人でございました。さて、なんといってもおすすめなのはこちら店名にもなっています紅茶でございまして、ダージリンやアッサムなどのスタンダードな紅茶はもちろんのこと、フレーバーティーやフルーツティーなど多種多様でございました。さらにチャイやレモネードなども用意されていましたので、必ず好みが見つかるかなと思います。またアルコール類に関しましても、ビールやワイン、カクテルをはじめスペシャルカクテルも用意されていましたので、営業時間は7時までと少し短いんですけれども、大人の方は昼時からアルコール類をたしなむこともできるかなと思います。あとは今ご紹介しました紅茶と一緒にスコーンなどの焼き菓子とペアリングしていただくことで、アフタヌーンティーっぽく楽しむこともできるかなと思います。さて、この日はその中からサーモンのブルスケッタをいただきました。こちらのメニューにはサラダとジャガイモを添えつつ、トルティーヤチップスとメキシカンソースのついた満足度の高いメニューになっていました。また先ほどご紹介した紅茶も合わせつつ、満足度の高いティータイムにすることができたかなと思っています。こんな形で吉祥寺のプティット村とティーハウス葉っぱさんをご紹介したんですけれども、こちら空間を楽しんだ後に吉祥寺道の駅というお店がプティット村の入り口にありまして、ドリンクをテイクアウトしていただいて井の頭公園を散策していただくというのもおすすめかなと思います。続いては種剛さんの作品。こちらは壮大なエストニア国立博物館の様子になっています。そして今回ご紹介しておきたいのが帝国ホテルの新本館でございます。こちらは2036年の完成に向けて作られているんですけれども、昨年帝国ホテル2代目本館、通称ライト館が開業100周年でございまして、やはり日本の建築物として注目すべき帝国ホテル、その新しい姿はもうすでに楽しみでございます。こんな種剛さんの設計としてご紹介しておきたいのが、表参道ジャイルにあります食の複合空間ジャイルフード。まずはジャイルの様子からご紹介します。ジャイルは5つの箱状のフロアがねじれて渦を巻くように積み重なった外観になっています。今にも回転し始めそうで、意志を持った生命体であるかのような佇まいに引き付けられます。野球ではジャイロボールという表現があるかと思いますけども、そのジャイロを意味する打線という意味がこちらのジャイルには含まれています。この建築はオランダの建築家グループであります MVRDV が手掛けておりまして、有機的な建築デザインになっています。そんなジャイルでは全館でサステナブルへという目標を掲げていまして、限りある資源を有効に活用し、環境に与える負荷を軽減することを考えています。自然と人間が健やかに共存しつつ、潤い豊かなライフスタイルが未来まで続いていくことを目指しているという素敵な取り組みでございまして、この施設内の至るところにそんなコンセプトを垣間見ることができますので、ぜひ確認してみてほしいです。この日も今回紹介しますジャイルフードの一角でこういった野菜の販売が行われていましたので、この取り組み自体もサステナブルを意識しているのかもしれません。さて、今回ご紹介するこちらのジャイルフードさん、今ご紹介していましたジャイルの4階にありまして、緑が生い茂り、壁や床には土が練り込まれていまして、テラスには野菜やハーブが育つ菜園もあるという施設でございます。なので、まるで都会にいるとは思えないような生命力があふれるような自然な空間になっています。コンセプトはまさに循環でございまして、様々なものが土から生まれ土に帰っていく。ジャイルフードはその普遍的なサイクルを大切にしながら明日につながる食文化の体験を提供しているようでございます。中でも屋内の特徴的な椅子はオブジェのようで、角度によって様々な表情を見せてくれるような工夫がなされています。
こちらのコーナーに関しましては、建築家でございます種剛さんが国内で初めて手掛けたレストラン空間でございます。種さんはフランス政府公認の建築家でもございまして、フランスを中心に活動されている方でございますので、国際的にも認められている建築家の方がわざわざこちらの表参道の一角にこういった空間を手掛けてくれているのはとても嬉しいポイントですよね。さて、そんなジャイルフードさんの中にありますのがユニというカフェコーナーでございまして、バリスタが丁寧に入れる自家焙煎のコーヒーやランチのデリプレート、日常に寄り添ったメニューを楽しむことができるカフェデリバーでございます。今映しておりますカウンター正面にあるピラミッド状のボックスベンチがまさに特徴的でございまして、インスタグラム等で知っていた方も多いかなと思います。こちらのボックス型のベンチに関しましては、自由に座ってカジュアルにお茶や軽食を楽しむことができます。さて、少しだけユニさんのドリンクメニュー等をご紹介しようと思うんですけども、まずドリンクとしましてはコーヒーが特におすすめになっていますので、コーヒーメニュー注文してほしいなと思っています。この形で焼き菓子の提供もございまして、カヌレの販売もタイミングが良いとありますので、カヌレとコーヒーをセットでいただくのもいいかもしれません。他にも今回私がいただいたような健康的な定食メニューもございますので、ランチタイムにはこちらを注文するのがおすすめかなと思います。あとはアルコール類ですね。ビールの提供がございまして、ビールの種類も豊富でございました。さらにドリンクに関しましては、コーヒー豆を選ぶことができたりとか、あとはミルクをソイミルクやオーツミルクに変更できたり、デカフェに変更することもできました。さて、こちらご覧いただきましたカレー&ライスのセットとアイスラテ、そして奥側にはデリセットを注文した様子を映しています。カレーも結構ボリューミーでございまして、値段はそこそこするんですけども、食べ応えはたっぷりかなと思います。また、この施設のコンセプト通り、しっかりと野菜を使っていただくことができていますので、ヘルシーにいただけるのもおすすめなポイントです。今回土日にかかったんですけども、土日でも少し並べば入ることができましたので、施設自体の広さも相まって、個人的にはおすすめなスペースだったかなと思っています。東京観光に来られた際には東京らしさを十分に感じることができるという点もおすすめなポイントかもしれません。続いては山崎健太郎さんの設計事務所が手掛けます52間の縁側の様子です。山崎さんは子供から高齢者まで様々な人に受け入れられ、人生の一部となっていくような建築を目指している素敵な建築家さんでございます。そしてこちらがスパ&ホテル水春。そんな山崎健太郎デザインワークショップが手掛けた建物として注目なのが、最近特集もさせていただきました自由が丘デュアオーネです。施設全体の特徴としましては、自由が丘の街と一体化した街角になることを目指した作りになっていまして、1階部分には街の交差点と位置づけていますウッドデッキを設置しておりまして、そこから2階のパサージュ、3階のテラス、屋上の原っぱまで屋外の階段を登って行けるようになっています。そんな広々とした空間になっているんですけども、施設の顔と位置づけている大階段は東京都の多摩産のヒノキを使っているということでございまして、そういった木材の質感も感じてほしいなというところです。こちらの施設はかつて同じ土地で約52年間営業を続けてきたスーパーマーケットピーコックストアでございまして、そんなピーコックストアもこちらの地下2階に出店しております。こちらは3階の様子になってるんですけども、残念ながら雨が降った後の様子になっていますので、ちょっと景色が良くないんですが、晴れてる日なんかにはとても景色が抜群かなといったところです。で、こちらが屋上の原っぱの様子になっていまして、今のところ特に何か特徴的な部分はなかったんですけども、今後何かの企画等で彩られていくのかもしれません。この後いくつか店をご紹介していきますけども、3階のスペースや2階のスペースを使って購入した飲食物なんかを食べることもできますので、まさにコンセプト通り自由な街角として活用できるような商業施設でございます。続いてご紹介しますのはクロワッサンの専門店でございます。その名もディストレット&クロワッサンラボラトリオでございます。こちらのお店はサンマルクホールディングスの新業態となるお店でございまして、こちら自由が丘の新施設に合わせて誕生しております。サンマルクと言いますと、ホテル並みのサービスと雰囲気、熱々焼きたてパンと美味しい料理、リーズナブルな価格のフルコース料理とピアノの生演奏を楽しめるレストランとして有名なんですけれども、もしかするとサンマルクカフェの方が馴染みがあるかもしれません。こちらの店舗ではクロワッサンを主役に据え、焼きたてのクロワッサンと本格的なカフェラテの豊かな香りを楽しめる空間を提供してくれています。ちなみに充電の席と Wi-Fi も充実していますので、実は作業用カフェとしてもおすすめかなと思っています。そんなこちらの店ではシグネチャークロワッサンがまずはおすすめ。
北海道産の北の香りの全粒粉を含む3種の小麦、厳選したバターを使用し、豊かな香りを強く感じることができる一品です。こんな感じで店内で焼き上げている様子も見ることができまして、焼き上がってくるまで、そしてトッピングをされていく様子なんかも間近で見ることができます。また、もちろん店内で焼き上げているため、いつでも焼きたてのサクサク食感が楽しめるところも魅力でございます。看板メニューは、ホットチョコレートにコーヒーを入れたショコララテ、クロワッサン、生クリームをセットにしたモカショコラショー、1580円と少々お値段しますけれども、クロワッサンをショコララテにディップしたり、ホイップをつけたりしながら自由に味わえるということでございます。私はこの日は注文しなかったんですけれども、インスタグラム等でたくさんの方が上げてますので、ぜひそういったところを参考にしていただいて、1580円払ってでも試したいなという方に関しましては、ぜひとも試してほしいです。ちなみに、ちらっと今ご紹介しましたホットチョコレートもコロンビアを拠点とするチョコレートブランド、カカオハンターズのチョコレートフレークを使用しているというこだわりっぷりです。加えて、フレンチトースト&ソーセージエッグプレートといったお食事系のメニューもございますので、ランチにもご利用いただけます。クロワッサン自体も今映しております通り、イートインの場合にはこういったメニュー表で丁寧にその説明を見ることができますので、ぜひじっくりと確認していただいて注文するのがいいかなと思います。また、先ほどからカフェラテやホットチョコレートをお勧めしているんですけども、実はアルコール類の提供なんかもございますので、そういったところも注目でございます。また、こちら電子メニューを映しているんですけども、イブニングハイティーというセットでは、紅茶とのペアリングを楽しめるようなメニューもございますし、そちらのメニューに関しましては、アフタヌーンティーっぽく楽しめるかなと思いましたので、ぜひともそちらも気になる方は注文してほしいです。また、ラテのメニューに関しましても、私が知っている範囲では、おそらくポール・バセットさんなんかで提供されていましたマジックという飲み方でいただくことができたりとか、あとはコーヒードリンク以外にもクラフトレモンソーダだったり、先ほどご紹介したアルコールの中には、ワインだけではなくて、ハイボールやサワー、そしてビールなんかもございましたので、クロワッサンの楽しみ方をどんどん広げるような、そんなお店になっているのかなと思っています。さて、そんなラインナップの中からこの日にいただきましたのは、ベリーのクロワッサンとスパイス香るチャイラテでございます。クロワッサンはどれも見た目から素敵だったので迷ってしまったんですけども、そんな中で選んだのがこちらのベリー。先ほどご紹介したシグネチャークロワッサンにベリーを添えて、甘すぎないようなメニューとしていただくことができました。そして、おしゃれに提供いただけますチャイラテが個人的にはホットドリンクでおすすめでございます。もちろんテイクアウトでもご利用いただけるんですけども、個人的には店内で楽しむのがおすすめかなと思っています。続いてご紹介しますのは、ウィートウィートというお店でございます。こちらは下町のハウスメイドキッチンをコンセプトにしたイタリアンレストラン。店名に含まれるウィートは英語で小麦。We eat wheat と書いてウィートウィートさんは新鮮な小麦を使ったパスタやピザ、イタリア料理を楽しむことができます。毎朝手打ちした10種類のパスタと15種類を超えるソースの組み合わせを楽しむことができ、そのレパートリーはなんと150通り。さらに、パスタやソースは単品でも購入可能だということなので、気に入った場合はご自宅でも楽しむことができます。パスタはもちろんのこと、特注の窯で焼き上げた10種類のピッツァも大注目でございます。さらに、ワインはナチュールワインをはじめとした43種類の厳選されたリストから選べるということでございまして、本格的なイタリアンならここと太鼓判を押すことができます。こちらが先ほどご紹介しました特注の窯の様子です。こちらでピザを焼き上げています。店内の空間はご覧の通りおしゃれでありながらボタニカルな雰囲気。カジュアルでいて落ち着いた特別な空間にはオーナーさんこだわりのインテリアもありまして、中でも植物が入ったランプは希少でございました。さて、今映しております10種類の生パスタに関しましては、座席に着いた際には全てお手元で確認することができます。お店の方々も注文方法を含めて丁寧に説明してくれますので、もし気になることなんかがありましたらお気軽に尋ねてほしいなと思います。この10種類のパスタの中には皆さんが馴染み深いものもあるかと思うんですけども、初めて見たなんていうパスタもあるかと思いますので、ぜひこの機会にじっくり勉強がてら眺めてほしいなといったところです。他にもたくさんの種類のメニューがございまして、先ほどご紹介しましたパスタやピザはもちろんのこと、デザートメニューも充実していました。個人的にはプリンやティラミスも気になりましたので、カフェ利用としてもまた訪れてみたいなと思いました。
さて、パスタのこだわりを少しだけご紹介しますと、カプート小麦を 100% 使用しておりまして、人工的な酵素や添加物は一切加えていないこだわり素材とのことで、自分好みの一品をセレクトできるのは贅沢な部分かなと思っています。また、自家製ラザニア生地とナスのオーブン焼きに関しましては、インスタグラム等で確認したときに、見た目からも美味しそうな雰囲気が伝わってきましたので、そちらも個人的にはいいかなと思っています。さて、こちらが先ほどご紹介しました10種類の生パスタを間近で眺めることができるサービスでございます。この10種類のパスタに加え、冒頭でご紹介しました15種類のソースを組み合わせることができますので、何度も訪れる中でお好みのメニューを探すことができるのかなといった印象でございます。さて、こちらはドリンクメニューでございます。ドリンクに関しましては、カクテルをはじめとしたアルコール類も充実していましたし、エスプレッソ系のドリンクを含むコーヒーメニューやハーブティーも充実していました。もちろん先ほどご紹介しましたワイン類に加えてビールやサワー、ウイスキー類もたくさんありました。その中、この日いただきましたのはクラシカル生ハムビスマルクとブルーベリースムージーでございます。生ハムビスマルクは溢れるほどの生ハムがトッピングされたピザで、ピザ生地自体ももっちりとしたボリューミーな食感。一人でも十分満足でございますけれども、せっかくなら2人以上で訪れてパスタとピッツァを1つずつ頼むのがいいかもしれません。ちなみにこちらのピザやパスタに関しましては、ベーコンやエビ、生ハムや釜揚げしらす、イタリア産のオリーブやマッシュルーム、モッツァレラチーズなどのトッピングも可能でございますので、一度プレーンで味わっていただいた後は様々なトッピングを模索していただくというのも一つの楽しみ方かもしれません。さて、もう一つご紹介しますのがこちらのブルーベリースムージーです。ブルーベリースムージーは贅沢に果実感を感じられる一品。オーツミルクとフレッシュフルーツのみで作られるビーガンスムージーだということでございまして、ブルーベリーの他にはバナナやマンゴー&ドラゴンフルーツスムージーがありました。ランチタイムではアルコール類を飲めないという方も多いと思いますので、こういった選択肢があるのも嬉しい部分ですね。さて、続いては私が好きな建築家の一人でございます、トーマス・ヘザウィックの創設したヘザウィックスタジオからリトルアイランドの様子です。こちらはニューヨークの建築物。続いてはサウザンド・スリーズ。こちらは上海の複合施設になっています。いずれの建築物もとても見応えがありますので、私もなんとか現地に行ってみたいなと思っています。そしてこちらがボンベイサファイア蒸留所。こちらはヘザウィックさんの故郷、イギリスの蒸留所です。そんな中、今回ご紹介したいのはこちらの麻布台ヒルズ。最近登場した施設で皆さんも気になっているかなと思います。こちらの詳細に関しましては別途特集を組んでますので、ぜひそちらも確認してみてほしいです。こちらは神谷町の駅を出て地上から向かった様子になるんですけども、神谷町の5番出口からは直接麻布台ヒルズにつながっている通路もありますので、ぜひそちらもご活用いただきたいです。さて、麻布台ヒルズなんですけども、緑あふれる広場のような街へようこそということで、コンセプトは緑に包まれ人と人をつなぐ広場のような街、モダンアーバンビレッジでございます。都市の本質はそこに生きる人にあるからこそ、人間を中心に発想し、誰もが豊かに暮らせる環境を目指しています。ということで、世界が注目するグリーン&ウェルネスという価値を東京の中心で実現したい、そんな思いで出来上がったタワーでございます。そんな麻布台ヒルズなんですけども、敷地の3分の1にあたります24,000平方メートルが緑。人々が集う芝生広場や果樹園など合わせ約320種類の植物を展開しまして、圧倒的に豊かな緑を実現しています。また、麻布台ヒルズは街全体がミュージアムにもなっておりまして、デジタルアートミュージアムや麻布台ヒルズギャラリーをはじめ、アートに関わる様々な施設が集まり、心豊かで刺激のある暮らしを彩っています。あと、こちらのエリア全体では約150店舗が展開しておりまして、フード、ビューティー、カルチャー、アート、ウェルネスと様々な店舗が揃っています。こちらのアートに関しましては、東京の森の子という作品でございまして、奈良義朝さんの作品になっています。他にもたくさんのアートがありまして、こちらは中央のシンボルとも言いますトーマス・ヘザウィックさんが手掛けたザ・クラウドというアートでございます。この麻布台ヒルズの一角自体がヘザウィックさんが手掛けておりまして、そのアート空間はご本人の展示の中でもオープン前から注目されていました。あと注目なのはホテルでございまして、ジャヌ東京と呼ばれますアマンが手掛ける世界初の姉妹ブランドホテルとしても注目されています。続いてご紹介しますのは、世界中のナチュラリストが集まるバリ島ウブドのプラントベースレストランでございますアルケミーでございます。そんな
アルケミーの海外初出店店舗としてオープンしたのがこちら麻布台ヒルズの店舗。ヴィーガンの楽園と言われていますバリ島。そんなバリ島でライブフードの愛好家でありますクリエイターグループが2011年に生み出したのがこちらのプラントベースレストランアルケミー。現在ではフィナンシャルタイムズ紙やアメリカンエキスプレスにおいてヴィーガンレストランのトップ10として選ばれまして、インドネシア観光省の公式ウェブサイトワンダフルインドネシアでヴィーガン向けの世界最高レストランの一つとして選ばれるなど唯一無二の人気を誇るほどになったということでございます。こちらのアルケミーさんに関しましては、まだインフルエンサーの方々も紹介してない方が多いということもありまして、今のところは穴部的に使えるかなと思っています。ちょっと値段がかかる部分もあるんですけども、今ご紹介しました通り、ヴィーガンレストランとして健康的な食事をいただくことができますので、満足することは間違いなしかなと思います。今説明させていただいた通り、麻布台ヒルズの地でも料理の中心となりますのは、オーガニックおよび再生可能を実践する地元のサプライヤーから厳選された栄養素と生命力に満ちた食材でございます。こちらのメニュー表に関しましてもまさにアートでございまして、だいぶおしゃれな感じに仕上がっています。美味しさを大切にした栄養価の高い食事と飲料を通して心身の健康と暮らしを実現してくれるお店でございます。共同設立者でありますジェームスさんにとっても日本そして東京は思い入れのある地でございまして、実はそのご本人も3年間北海道のニセコで暮らしながら日本食に親しんでいたようでございます。だからこそまだまだ開拓の余地のありますこちらのビーガンやプラントベースの食文化を広めたいという思いがあったようでございます。そんな背景もありまして、提供する全てのメニューにはプラントベースの食材のみを使用しています。肉、魚、卵、乳製品、さらにはグルテンを含む食材や白砂糖は一切使っていないとのことです。もちろん旨味調味料や化学調味料も不使用。本拠地バリでは彼らの所有する畑やローカルのオーガニック野菜を使用するようでございますけれども、東京のお店でも可能な限り日本各地のオーガニック野菜を厳選しているようでございました。その中、この日いただきましたのは東京モーニングセットでございます。東京モーニングと言ってはいるものの、こちらアルケミーさんのオープンする時間帯は11時からになっていますので、ちょっと遅めのブランチライクにいただくのが基本的にはなってくるかなと思います。座席としましては、店内には47席ありますし、テラス席は28席ございます。また、テラスエリアに関しましては、麻布台ヒルズで注目のコーヒー店、アラビカコーヒーが併設されていますので、こちらでお食事をいただいた後にアラビカのコーヒーをいただくのも良いですし、こちらを注文しつつ、テイクアウトのアラビカと合わせていただくのもいいのかなと思いました。そしてもう一ついただきましたのが、こちらのタロパンケーキでございます。パンケーキをはじめ、アイスクリームなどのデザートやドリンク、チョコレートまで全てビーガンでございまして、メニューの多くが43度以上の加熱調理を行わないローフードであることも特筆すべき点です。さらにもう一つの注目はサラダバー。ショーケースには冷製、温製合わせて約30種類ものビーガントッピングが並び、カスタマイズオーダーが可能でございましたので、ぜひそちらも注文してほしいです。他にもドリンクとしては、ホット茶がチョコレートとか、あとはアメリカーノなんかもいただくことができました。またアメリカーノを注文した際に注目だったのが、ミルクに関しましても、お店の方からオーツやソイのミルクも提案していただけますので、そこもとても嬉しかったです。続いては山下設計さんが手掛けます建築物。まずは横浜エアキャビンです。こちらは2021年4月に横浜みなとみらいに誕生した注目のロープウェイになっています。続いては高崎アリーナ。こちらも高崎市において注目すべきシンボルの一つになっています。続いてご紹介しますのは東京のアクアティクスセンター。2020年東京オリンピックの競泳競技と飛び込み競技に採用されたスポーツセンターでございます。そして今回ご紹介したいのは本チャンネルでもたびたびご紹介していますグリーンスプリングス。細切れでご紹介しているんですけども、グリーンスプリングス自体に焦点を当てるのは初めてかもしれません。このグリーンスプリングスを手掛けていたのは今回ご紹介する山下設計さん。グリーンスプリングスは2020年に開業しておりまして、多機能ホールやホテル、カフェ、レストラン、オフィスなどからなります大型複合施設で街と自然と人々が調和するウェルビーイングタウンをコンセプトに掲げる大型複合施設でございます。立川といえば都内最大級の公園である昭和記念公園が有名かと思います。そんな昭和記念公園のすぐそばにありますこちらのグリーンスプリングスを日本家屋の縁側に例えまして、
開発運営に携わりました立ち日ストラテジーラボの工藤さんはこう語っています。縁側は内でも外でもない家族やご近所さんなどがなんとなく集まる場所。グリーンスプリングスも立川の街にとっての縁側でありたいと願いまして設計にも落とし込んだということです。まさにそんなコンセプトを体現しているかのように、グリーンスプリングス自体にはたくさんのお店が入っているものの、こういった屋外のテラス席が充実していまして、お店を利用せずとも、例えばお弁当等を持ち寄って家族団らんの時間を過ごしたり、あとはこの施設自体を練り歩いていただいて、軽い運動にしていただいたりと、たくさんの用途に使うことができるような施設になっています。ちなみに施設内には季節によって表情を変える350種類以上の多摩地域の在来種を植栽。広場中央のビオトープへ多摩川水系の生き物を放って多摩の自然を再現しているとのことです。なので全てフェイクグリーンではなくて本物の植物を植えることから緑を作っているというところで、そのこだわりは多摩地域だからこそ実現できるような素敵な工夫かなと思っています。そして屋上に登っていただきますと、こういった広々とした空間が広がっておりまして、ここからは立川の昭和記念公園の様子を一望することができます。急に商業的な話になってしまいますけれども、こういった緑のフリースペースを設けてもほとんど家賃収入がない一方で維持管理にも費用がかかってしまいます。ということを考えますと、そういった採算を取らずとも地域の人たちに集まってもらいたい、そんな立川市の思いも込められているのかなと感じました。また私は泊まったことないんですけれども、このグリーンスプリングスに入居していますソラノホテルというホテルの最上階はまさにシンガポールのマリーナベイサンズさながらのインフィニティプールが併設されていますので、ちょっと都会から離れて一息つきたい時なんかにそちらに泊まっていただくのも今後いい選択肢になるかなと思っています。先ほどもご紹介しましたけれども、私の立川編の過去の動画では複数のグリーンスプリングスのお店をご紹介していますので、ぜひ過去の動画を参考にしていただいて、この立川グリーンスプリングス何度か足を運んでほしいなと思います。その中、今回は今までの動画でもご紹介できていない東京餃子サンドウーロンさんをご紹介していきます。こちらは今ご紹介しました立川グリーンスプリングスの誕生から2年後、2022年の3月にオープンしたミシュランシェフ考案の手包み餃子とクラフトビールの専門店。実はこちら、日本橋ブリュワリーを手掛けますオーナーさんの新業態の店とのことです。そんな日本橋ブリュワリーさんは、私も何度か東京駅のお店を訪れているんですけども、未だにこのチャンネルではご紹介できていないので、今後ご紹介していきたいなと思っています。こちらの店は台湾の屋台料理のような感覚でカジュアルで居心地の良い空間になっています。看板メニューはもちろんのこと、ミシュランシェフ考案の手摘み餃子は絶品。毎朝当日の分だけ仕込んだあんをオーダーが来てから包んで提供してくれる魅力の餃子です。生地はプリプリ、肉汁たっぷり。あんはスペイン産イベリコ豚のバラと国産の肩ロースを使用したこだわり素材で構成しています。油が溶けて旨味を逃がさないようにするため、お店でひいてあんにしているこだわりっぷりです。そんな餃子の制作過程もカウンター席から眺めることができますので、ぜひカウンター席に座った際は出来上がるまでじっくりとその工程を楽しんでみてほしいです。また席にもそんな餃子のこだわりをご紹介する案内がありますので、確認していただいて、そんな餃子の味わいを噛み締めてほしいです。そんな餃子に関しまして、あんを包む皮にもこだわりがございます。もちもち感を引き出すために2種類の小麦を独自にブレンドし、伸ばしたての皮で作っているとのこと。焼き餃子に関しましてはテイクアウトもできますので、そこも嬉しいポイントです。ただ、そんな焼き餃子だけではなくて、餃子スタンドという名前の通り、水餃子の提供もあります。水餃子はベーシックな水餃子に加えまして、パクチー水餃子、シソ水餃子もありました。さて、そんな餃子と組み合わせていただきたいのがビール。餃子によく合うビールを意識しているようで、ウーロン茶葉を使用したオリジナルのウーロンエールなど豊富に用意されています。こうしてメニューを眺めているだけでもたくさんの種類がありますので、気になるものがありましたら店員さんにも聞いてみてほしいです。この日もウーロンエール以外に、日立のネストビールイズラガー、日立のネストビールホワイトエール、ボヤジャーゴールド、ボヤジャー IPA の5種類に加えまして、期間限定の画商 IPL6 番と全6種類の用意がございました。さらに餃子以外にも試していただきたいメニューがたくさんございます。まず今映していますのは混ぜそば。ピリ辛でありながら中国黒酢の酸味が絶妙な味わい。トッピングに卵をつけるのもおすすめのようです。続いてご紹介しますのがこちら、とろけるポテトサラダ。マッシュポテトに契約農家の煮卵が乗った一品。アクセントにローストナッツとベーコンビッツが効きまして、山椒の香りが一味違うポテトサラダになっていました。見た目もさることながら味わいは抜群。もちろんビールやウーロンエールともぴったり合いますので、ぜひとも注文してみてほしいです。この煮卵を割っていただきますと、中からとろっとした黄身が出てきますので、こちらもぜひ写真や動画等に収めていただいて SNS にも投稿してみてほしいです。続いてご紹介するのはこちらのよだれ鶏。
低温調理でしっとりと柔らかく仕上げている一方で、表面はパリパリに焼き上げて香ばしさたっぷり。風味とマーガオの爽やかな味わいと特製ネギソースが絡み合いまして、他ではなかなか味わえないようなメニューになっていました。こちらも一口サイズになっていますので、ペロリといただくことができるような、そんなメニューになっています。続いては、先ほどからご紹介しています焼き餃子。こちらも1回4個セットでいただくことができまして、サイズ自体も一口サイズでいただくことができますので、1回注文して、まだ食べられるなという方に関しましては、ビールの注文と合わせて何回か頼んでほしいなと思えるような、そんな一品でございました。実際に箸を入れてみると、肉汁もたっぷり溢れ出してくるような、そんな一品です。続いてご紹介するのは、こちらのエビ卵チャーハン。細かく刻みました自家製チャーシューを使用したチャーハンに半熟のトロトロ卵を乗せてプリッとしたエビを添えた極上の一品になっています。まさに締めの一品として注目できるようなメニューになっていますので、先ほどまでの餃子等を頼んでいただいて、アルコールも入れていただいて、最後の締めとしてはこちらのチャーハンでお腹を満たしていただくというのがおすすめなコースでございます。こちらに関しましてはそこそこ大きいサイズになっていますので、2人以上で頼んでいただくのが個人的にはおすすめです。そしてドリンクいくつかご紹介していきますと、こちらがウーロンエールになっています。ウーロンエールということもありまして、結構さっぱりと飲めるところがおすすめ。例えばラガー系の辛めのビールが苦手な女性にもおすすめできるような一品です。ぜひお好みで注文してほしいです。さて、今回鳥でご紹介しますのは平田昭久さんの建築設計事務所の建築物。こちらは太田市美術館図書館、こちらは代官山の猿楽という施設です。実は前回の建築特集でも平田昭久建築設計事務所さんが設計した建築物をご紹介しているんですけども、こちらのナインアワーズ水道橋など数々の建築物を手掛けている建築家の方です。そして今回の特集で特にご紹介したいと思っていますのが、こちら原門です。2024年4月17日に開業しました東急プラザ原宿、通称原門。東京原宿の新たなランドマークとして早くも注目を集めています。この原門の外装と屋上のデザインを平田昭久建築設計事務所さんが担当しております。今回はそんな平田さんの建築にフォーカスしますので、屋上と外装の様子を中心にご紹介するんですけども、別途私のチャンネルでは原門特集組んでおりますので、そちらもぜひ参考にしてほしいです。さて、こちら入り口の様子になっています。原門は高円寺の銭湯小杉湯の2号店や様々なクリエイティブカンパニーが手掛ける店舗、個性豊かな飲食店など全9フロアに新登場するなんと75店舗を引っ提げています。オープン間もないため休日は混雑間違いなしですけれども、まずはその魅力を一度は訪れてみて確認してほしいです。新たな原宿カルチャーの創造体験の場を目指す原門、グラウンドフロアを含めまして地下1階から7階の屋上テラスまでの9フロアに魅力的な空間が多数ございます。まずご紹介しているこちらは6階の様子。その6階に関しましては開放的な屋上テラスとシームレスにつながっていますため、後でご紹介しますけれども、多人数でシェアできる料理やお酒、ドリンクを6階の各店舗からテイクアウトして自由にゆったりと過ごすことができます。今回はオープン前に特別にその様子を撮影させていただいたんですけれども、開放的でまさに海外のホテルのラウンジのような雰囲気。原宿の街を一望しつつ優雅なひとときを過ごせる。デートはもちろんのこと、友達としてダラダラするのにもぴったりな場所だと感じました。ちなみに個人的に気になったのが、こちらの屋上テラスでは充電ができるというポイント。海外に比べまして日本、特に東京は充電スポット多い印象であるんですけれども、やはり探しにくい事情はあるかと思います。そんな中、無料で入れるこちらの原門のテラスに関しましては、この屋上テラスの植え込みに充電スポットがございますので、ちょっと充電しながらお話をしつつドリンクを片手に心も体も充電するというのが個人的なおすすめな過ごし方です。さて、そんな原門、感度の高い人、物、ことと出会う、つながる、体験する、楽しむを掛け合わせることで、訪れる多様な人々の感性を刺激し、新しいカルチャーが創造され、体験できる場を目指しているとのこと。そんなコンセプトを掲げているため、個性的なお店がある一方で、カルチャーと文化の街、原宿をさらに盛り上げるようなスペースが多数あります。少し歴史に触れますと、文化創造の拠点を目指す原門のルーツは1960年代。当時、神宮前交差点ではトップクリエイターたちがかつてあった住居兼商業施設原宿セントラルアパートに集い、この場所にしかない唯一無二の消費体験と新しい文化を生み出していたとのこと。そんな原宿セントラルアパートの文化を継承し、原門では入居テナントによるクリエイティブコミュニティ原門町内会を設立しています。
そんな背景を象徴するように、グラウンドフロアと地上1階には、物販やサービス店舗を中心に、原門で新しいチャレンジをする店舗が多数入居しています。まさにここだからこそ手に入れられるアイテムが多いので、希少性の高いあなただけの個性を手に入れるのにもぴったりな空間です。個人的には1階にあった広島発のクラフトチョコレートショップ、リット東京さんが気になりました。というのも、チョコレートのパッケージがレコードデザインになっていまして、ちょっとおしゃれなお土産にぴったりだと感じたからです。男性向けのプレゼントって意外と難しいと思うんですけれども、それこそ父の日のプレゼントには良さそうだなと感じました。その他にも日本最上陸のパリの名店アンジェリーナや4階に広がるハラッパというスペースもご紹介したいんですけれども、先ほど申し上げました通り、そちらは別の特集を確認していただくとして、今回は6階のフードコートをご紹介。これまで喋りながらチラチラと映しているんですけれども、6階は神宮前の交差点でゆったりしようがテーマ。全11店舗の飲食店が出店しています。この中からぜひ気になるメニューを注文してほしいんですけども、今回私がご紹介しますのはザ・モアワールドバーガーさんでございます。こちらは特徴的な渦巻き状のバンズが魅力なクリスピーバーガーが魅力の新感覚バーガー店。どんなに忙しくても心がけたい健康。日々の生活で欠かせない大切な食事。だからこそこだわりたい素材。ここザ・モアワールドバーガーで提供されるメニューは、東京を行き交う忙しい人の味方になれるように手軽でバランスの良い食事を届けることを心がけています。店名のワールドバーガーには、世界中の美味しいものを手軽に多くの人に届けたいという思いが込められておりまして、何でも挟めてどんな食材とも相性は良く、何通りもの組み合わせが自由自在に楽しめる、無数の可能性を秘めたバーガーの魅力をさらに引き出す、そんな思いが込められています。特徴的なのはバーガーに挟まれる様々な具材。北京ダックやイクラ卵、火鍋やガパオ、キムチチキンやプルコギ、わさびサーモンなど、アジア料理の魅力を挟み込んで提供してくれるスタイルはワールドワイドをまさに体現。オープン記念のキャンペーンとしましては、イクラバーガーが割引価格で提供されているのと、バーガーを一つ注文することで、おまけとしてレギュラーシングルアイスをいただける2大特典が用意されています。ぜひそちらも合わせてお得にゲットしてほしいです。さて、この日はモアセットというバーガーとポテト、ドリンクがついたセットを注文。ドリンクについてはカラフルなメニューの提供がございまして、他にもシェイクやクラフトビールなどもございました。もちろん特典でございますレギュラーシングルアイスも一ついただきました。そしてポテトについては塩レモンのベーシックなポテトを基本に、明太マヨや今回いただいたようなアボカドチーズを用意。通常のポテトに比べてもボリューミーに楽しむことができます。そして締めはアイスクリーム。全部で10種類のレパートリーから選べるアイスクリームで最後のお口直しをしてください。以上、今回は著名建築家を厳選、東京カフェ14選としてご紹介しました。とてもボリューミーな動画になったかと思いますけれども、東京の建築こんなに魅力的なんだというところを感じていただけると、私も動画作った甲斐があります。最近東京都内は再開発が進んでいるエリアも多く、たくさんの施設が誕生していますけれども、その施設一つ一つに建築家の魂が込められていまして、その建築家の皆さんもその地域や時代背景を踏まえたいろいろな思いを込めていますので、そういった背景を知っていただくことで、より東京巡りを楽しむことができると思います。東京に在住の方は、東京の外からお越しいただいている方々に、その東京の魅力を一段乗せて伝えていただきたいと思いますし、東京の外から来られる方は、この動画を知っていただくことで、東京の人よりおそらく詳しくその街に触れていただくことができるかと思いますので、ぜひこのチャンネルのコンセプト、日常を少し豊かにする情報を携えて、東京巡り楽しんでほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。